皆さんこんにちは、みさとです。ここは三重県の伊勢市駅です。これから伊勢神宮へ初詣に行きます。伊勢市駅に近いのは下空です。きれいに整備された参道を歩いて行きます。と、ここ2年ぐらい下空の正宮、下空域内の別宮、内宮の正宮、内宮域内の別宮へお参りしましたが、毎年同じなのも動画的にあれですので、今回は趣向を変えてみます。さて、今回は域外の別宮を巡ってみたいと思います。とは言っても正宮を先にお参りするのは外せません。そして下宮、内宮の順番も守りたい。こうして巡る順番を考えたら、時間的に全ての別宮を巡るのは難しい。ということで、今年は下宮、内宮については正宮のみを参拝して域外の別宮を巡ることにします。下宮に入り、日桶橋の手前、ここから先はお手洗いがないので近くのトイレに立ち寄ります。下宮のご祭神は豊受の大神、衣食住の守り神です。日桶橋を渡って手水舎で手と口を清めます。こちらは一の鳥居、一礼して通りました。下宮は比較的歩く距離は短いです。玉砂利の道を道なりに歩いて行けば二の鳥居を抜けて、神楽殿などを横目に歩けば突き当たりが正宮です。下宮の正宮手前まで来ました。ここから先は撮影禁止です。正宮の豊受大神宮に参拝。正宮の東隣の空き地は次の式年遷宮で正宮の新しい社殿が作り変えられる場所です。1300年続けられている古くからの習わしです。こちらは三石、式年遷宮などのお祓いで使われるそうです。ここに手をかざす方が多いようです。縄で仕切られているので入ってはダメな場所ですね。ということで下宮参拝を終えました。次に行くのは域外別宮の月読宮です。下宮の別宮で徒歩10分と出ています。歩いて月読宮へ向かいます。下宮のへりをしばらく歩いて右折してまっすぐ歩いていけば月読宮です。途中には歴史を感じさせる建物がところどころあります。伊勢市立厚生小学校を過ぎたらもう間もなくです。月読宮の鳥居が見えますね。月読宮に到着です。境内はこんな感じ。こちらの一つの社殿に月読命とその荒御霊の月読命の荒御霊が祀られています。月読宮を参拝後は伊勢市駅に戻ります。下宮から月読宮との間と同じくらいの距離で歩くのに苦痛でない距離です。ほどなくして伊勢市駅前です。伊勢市駅前バス停の10番乗り場。ここで待つと下宮前を通って内宮前に行くバスが来ます。15分ほど待ってバスが来ました。内宮前に向けて出発。伊勢市駅前からこんなにバスに乗車される方が多いとは予想外です。下宮前ではほとんど降りず、むしろ増えました。こうして内宮前に向かいます。車内は参拝者で賑やかです。伊勢市駅前から20分ほどで内宮前バス停に到着、下車します。内宮の宇治橋手前の宇治橋鳥居です。定番の記念撮影スポットです。内宮のご祭神は天照大神です。天照大神は皇室の皇祖神ということで、皇室の方が成年式やご結婚の際は必ず伊勢神宮に報告に参拝されます。日本人の総氏神様でもありますね。鳥居前で一礼して宇治橋を渡ります。一段と参拝客が増えた感じがします。玉砂利の深淵を歩いて日桶橋から先は新域で、この先はお手洗いはありません。見えにくいですが、ここに手水舎があります。
もう少し先の右手に五十鈴川の流れで清めるみたらしがあります。手水舎かみたらしで清めることになりますが、五十鈴川の水量によっては川面の高さが低かったりします。川に落ちないように手水舎で清める方がいい時もあります。今回ちょっと低い位置で慎重に清めました。再び新駅を歩き、お札場所や神楽殿の横を歩き、参道の突き当たりまで来ました。ここから左にある階段を登れば正宮です。この階段の上は撮影禁止なので、ここが記念撮影のスポットになっています。階段を登ってお参りしました。参拝した帰り道です。人手が絶えませんね。ちなみにこの日は参拝者が多かったためか、次の式年遷宮で正宮が映る場所前の参道が帰り道として開放されていました。今の正宮の右隣でした。今回は動画冒頭の通り、内宮も正宮のみの参拝にさせていただきました。ですが今回も近鉄の伊勢神宮初詣割引切符で来ています。この切符には参拝記念引換券がついており、内宮の引き換え場所はここです。この先 100m の3周殿で引き換えます。神楽殿でも引き換えできそうですが、この時は混んでいました。先ほどと違う東側の日よけ場所を渡って見えてきた3周殿で引き換えます。すみません。お願いします。ありがとうございました。この夜ホテルで中を確認しました。12回初詣すると干支がすべて揃いますね。深淵の中来た道を戻ります。宇治橋の外側に戻ってきました。おかげ横丁を歩きます。1月下旬の土曜日でこの混雑ですから、三が日はどんな人出なんでしょうね。赤福本店は長蛇の列です。ですので去年と同じですが、赤福五十鈴川店へ。内宮の大きな駐車場エリアの一角にあり、行列はありましたが、ものの5分ほどで済みました。1名様ですか？はい、ありがとうございます。冬季限定の赤福ぜんざいを注文。そして赤福ぜんざいが届きました。口直しの塩吹き昆布とお茶がついています。お餅は注文を受けてから焼いた焼き餅が入っています。参拝で歩いてきた疲れも小豆の甘みで疲れが取れそうです。とても美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで下宮内宮の正宮にお参りが済みました。この後は内宮の域外の別宮に向かいます。内宮に一番近い別宮の月読宮に行きます。バスで行くつもりですが、1月のこの時期は臨時バスがたくさん出ており、今いる途中の猿田彦神社バス停にはなかなかバスは来ず、月読宮の参拝時間は17時までとありますが、今はもう16時前。時間的に心もとなく月読宮まで歩くことにしました。猿田彦神社前バス停から徒歩で21分と出ています。だいぶ日の光が夕方になってきました。バスで降りるはずだった月読宮最寄りの中村町バス停も過ぎ、15分ほどで月読宮前に到着。さらに境内を5分ほど歩いて手水舎で手や口を清め、社殿の方へ向かいます。月読宮は4つの別宮が並んでいます。左から月読荒御霊宮、月読宮、イザナギ宮、イザナミ宮と並んでいます。最初に月読宮に参拝、次に月読の荒御霊宮、イザナギ宮、イザナミ宮の順にお参りしました。ちなみに先ほどの伊勢市駅近くの月読宮がありましたが、ご祭神は月読命で同じです。伊勢市駅近くの月読宮は月読命と月読命の荒御霊を一つの社殿でお祭りしていましたが、こちらの内宮の別宮の月読宮は月読命と月読命の荒御霊を別の社殿でお祭りしています。
月読宮の参拝を終えて次の別宮へ。三重交通の中村町バス停です。伊勢市駅前行きのバスを待ちます。バスに乗車しました。近鉄鳥羽線の線路の下をくぐります。バスは五十鈴川駅にも立ち寄ります。ほとんどの方が下車されました。6分ほどの乗車で神宮長古館前バス停です。下車します。バス停にも書いていますが、大和姫宮の最寄りです。ここも内宮の生きがい別宮です。1月下旬の17時前でもうだいぶ暗くなってきました。大和姫宮へ向かいましょう。ほどなくある階段を上がってから手水舎で手と口を清め、大和姫宮の社殿前に到着。夕方17時を知らせるメロディーが流れていますね。大和姫の命は宮中で祀っていた天照大神を伊賀、近江、美濃などの諸国を経て最終的に伊勢の地に落ち着き、皇太神宮内宮を創建された方です。17時も過ぎて寒くなってきました。今日の生きがい別宮巡りは大和姫宮が最後です。この後は今日の宿泊地へ。先ほどのバス停に着くとこんな時間。まもなくバスがやってきました。はい、お待たせしました。ご注意ください。このバスは伊勢市駅まで行きますが、宇治山田駅前で下車しました。ありがとうございました。宇治山田駅のコンコースです。天井が高く八角形の窓があったりと昭和の名建築の雰囲気。近鉄の伊勢神宮初詣割引切符で入場。ホームに上がると赤い伊勢志摩ライナーが賢島方面に向けて発車していきました。やってきた伊勢中川行き普通電車に乗ります。 JR 三宮線の列車が見えました。隣の伊勢市駅で下車してコインロッカーの荷物を回収して今から乗る特急券を引き換えます。伊勢神宮初詣割引切符についている引換券で特急券に引き換えて13分間ですが松阪まで特急に乗ります。17時59分松阪駅に到着下車します。今年も松阪でホテルを予約しています。ホテルにチェックインする前に夕飯をいただきます。松阪牛で有名な松阪市ですが鶏焼肉も名物だそうです。鶏焼肉美味しいです。今日もだいぶ歩きましたので十分スタミナを補給しました。美味しくいただきました。ごちそうさまでした。その後宿泊先のホテルへ向かいました。おはようございます。この日泊まったルートイン松阪駅東です。朝食もいただいて昨日の歩きの疲れも癒せました。松阪駅では前が雪まみれの列車もありました。名古屋から来た急行でした。これから乗る特急の前にも雪がついています。これも名古屋から来た列車。名古屋や桑名、四日市あたりで雪が多かったのかもしれません。ちなみに私、昨夜ホテルへ歩いていて転倒しました。車道と歩道を仕切るこの黄色い部分に足を引っ掛けました。街灯が少なくて気がつかなかったようです。バンドエイドを買おうと近くのコンビニに寄った時、お店の方に親切に対応していただきました。あの時はありがとうございました。気をつけます。生きがい別宮の旅は今日も続けます。この列車で賢島まで行きます。賢島まで約1時間の旅。こうして賢島駅に到着。ここで大きな荷物をコインロッカーに預けました。
そして賢島駅ホーム端の5番乗り場から発車の9時14分発の伊勢中川行きの普通電車に乗ります。島線の各駅に停まって上野郷駅で下車します。上野郷駅で下車したのは、この駅の近くに内宮の生きがい別宮の伊沢宮があるからです。無人駅ですが IC カードとタッチ決済に対応しています。駅前の案内板を見ると伊沢宮はかなり近いです。伊沢宮の御祭神は天照大神の御霊です。伊蔵宮以外にもこの上野郷地区には見どころがありそうですね。ここにも案内板があります。地図を見なくても行けそうなくらいに近いですね。国道167号線を少し歩いて左折れ、ここも少し歩いて突き当たりを左へ。伊沢宮、道の右側に見えていますね。左側に立派な建屋がありますが、登録有形文化財の神武三間道場でした。さて、伊沢宮です。手を怪我していますが清めます。歩くとほどなく社殿が見えてきます。ここは参拝者が多かったのですが、バスで来られた団体ツアーの方々のようです。昨日参拝した別宮は時間的に遅めだったので参拝者が少なかったのかもしれません。参拝しました。参拝を終えて戻ります。昨日から今日にかけて訪れた別宮には宿営屋があり、そこでお守りや授与品、御朱印を受けることができます。ということで、生きがい別宮を昨日からお参りしましたが、実はもう一つあります。竹原宮ですが、渡来郡大樹町にあって、あまりにも離れていて、伊勢神宮初詣割引切符ではいけないので、今回は割愛させていただきます。先ほどの神武県産道場の道向かいには、うなぎ料理の旅館、中六さんがあり、こちらも登録有形文化財に指定されています。伊沢宮で1時間以上時間をとっていたので、余った時間を少し散策。伊佐羽富の命鎮座地です。伊佐羽富の命は大和姫の命に命ぜられて伊沢宮を造営されたとありますね。お参りしました。隣には勝負神とあります。近くには大和姫の命の遺跡がありました。手前の平らな石が天井石、奥の木のようなものが鏡楠のようです。こちらでもお参りしました。伊沢宮に戻ると南側に駐車場があってお手洗いもありました。あとは上野郷駅に戻ります。という感じで伊勢神宮の生きがい別宮を2日間にわたって参拝しました。こうやっていつもと違う別宮を訪れるのもまた新しい発見があっていいですね。以上で今回の伊勢神宮初詣生きがい別宮巡りの動画はここまでにさせていただきます。あともう少しお伊勢参りの時の動画が続きます。次の動画をお楽しみに。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。